皆さんこんにちは。今日は私のダイエットの経験についてお話ししていきたいと思います。あと、この YouTube チャンネルでどんなことを伝えていきたいか、今後どういった動画を出していくかとか、そういったこともお話しできればなと思っています。はい、まずダイエットについてなんですが、今まで健康的にいいとか、ダイエットにいいとか、そういった内容の食事の動画を出してきたんですけども、私がどんな経験をもとにその食事を紹介して、おすすめしているのか、そういった部分をお見せしていなかったので、説得力がなかった部分もあるかなと思うので、今日はダイエットのビフォーアフターの写真もお見せしながら、私の経験をお話ししていきたいと思います。まず私はそもそも食べたらちゃんと太るような体質の人です。で、ダイエットだったり健康を意識する前はこんな感じでした。はい、これは何年前かな、4年前とかかな。社会人になって一人暮らしして、食事とかもちょっとだらしなくなっていて、運動もしてなかった時に、こんな感じになりまして、これが私の人生の中で、一番太っていたぐらいの時だと思ってます。私は部活も運動系ではなかったので、ずっと運動してこなかったので、そもそもまず筋肉がなくて、なのでこの状態で、体重が多分51キロとか、そんな感じ。160センチ51キロですね。多分そんな感じでした。骨格タイプでいうと、3つで分けるならば、ウェーブ体型になるんですが、ウェーブ体型って結構服装で体型ごまかせるんですよ。なので自分でもお腹とか背中とかにお肉がついてるっていうのにあんまり気がつかなくて、服着てたら人も自分も騙せちゃったので、自分も騙されて気がつかなかったので、気づいたらこんな感じになっていました。出せないとなと思ったり、あとちょっと目標ができてスイッチが入って、ダイエットとかボディメイクを頑張ってこんな感じになりました。実際にこれの写真は海外旅行の時の水着の写真なので、ちょっと水着になるために結構体を絞ったっていうのもあるんですけども、だいたいさっきの写真から半年ぐらいでこのぐらいにはなってるかなと思います。で、体重としてはこの半年後ぐらいは多分47キロとかで、さっきの写真は45から46キロぐらいです。なので、体重としてはそんなに変わらない、5、6キロですね。痩せても5、6キロなんですけども、見た目はかなり変わったかなと思います。この背中とかも、この写真すごく背肉すごくついてるんですけども、これから、これになる。結構見た目が変わりました。で、もちろん体型もですし、あと服でいくら体型を隠せるとはいえ、やっぱりちょっと顔もちょっとシュッとなりましたし、海外ファッションがすごく好きで、そういうのもかっこよくだんだん着れるようになってきて、人からも体型についてポジティブな言葉を言ってもらえるようなことも増えて、自分にすごく自信がついて、鏡見るのがすごく楽しみで、嫌なことあったら鏡見るみたいな感じで、すごくルンルンで、メンタル的にもすごく良くなりました。で、今の体型はこんな感じです。インスタグラムにも自分の写真、昔もですし今も上げているので、よかったら見てみてください。それでこれからここになるまでに何をやったのかってとこですよね。で、やったことなんですけども、ズバリ食事管理と運動をコツコツとやってました。皆さん知ってると思いますし、そりゃそうだよなっていうことなんですけども、やっぱりこれが一番で、もうただただこれを続けるだけだと思ってます、ダイエットっていうのは。で、具体的に言うと、まず1つ目、食事管理ですね。これは高タンパク質、低脂質、中炭水化物な食事を心がけていました。運動もしていましたし、炭水化物は抜かないようにして3食とも食べていて、でも食べ過ぎないようにはしていました。自分でサラダチキン作ったりとか、これ今もやってるんですけども、いろいろ工夫して、高タンパク質、低脂質、中炭水化物を意識した食事をして、ただ常にそういった食事をしていたら、やっぱり油物も食べたくなるし、お菓子も食べたくなるので、週1回はチートデーっていう形で好きなもの何でも食べてました。ピザとか、焼肉食べに行ったりとか、ラーメン食べたりとか、そういうのを食べてました。いわゆるダイエットっていう風に思い浮かべる食事よりは多分食べてました。そして2つ目が運動ですね。運動はもう筋トレをしてました。
筋トレを始めの3ヶ月ぐらいは週4回とか、あと5回行けた時は5回とか行ってました。私普通に社会人でフルタイムで働いているので、忙しい時も1日12時間働く時も朝行ってることが多かったんですけども、必ずジムに行って筋トレをしていました。で、3ヶ月ぐらいは結構全身ですね、胸も肩も鍛えてたんですけども、3ヶ月ぐらい経ってからはお尻と足と、背中を中心、そこをメインで、週2とか週3とかぐらいの頻度にちょっと頻度を下げて筋トレをしていて、ああいった形の変化になりました。で、特にパーソナルトレーニングに行ってたわけではなくて、自分でフィットネスモデルさんとかの、メニュー本とか買ったり、あと解剖図とかも載ってる、筋トレの本とかそういうのを見て、自分でやってました。で、ただこれは私はそうやってただけなので、おそらく初めてやるっていう人はパーソナルトレーニングとか行った方がいいんじゃないかなって思ってます。私は結構自分でやるのが好きなタイプだったからやってただけなので、やったこととしては以上ですね。食事と運動、これをただひたすらやってこの変化になりました。で、食事は知識で運動は習慣だと思っていて、食事はやっぱり取らないことってないじゃないですか。必ず取らないと生きていけないので、1日3回は取れなくても、1日最低1回とかは取ると思うんですよね。で、それが自分で作った料理じゃなくても、自炊じゃなくても、お店で食べるとか買って食べるとかでも、やっぱり知識があればタンパク質がどのぐらい入ってるとか、炭水化物とか脂質とかそういう知識があれば買うものっていうのが変わってくるんですよ。太るって分かってたらちょっと買いづらくなるじゃないですか。知識がないとそれ選べないと思うんですよね。だからやっぱり食事は何がタンパク質多いのかとか、何が炭水化物多いのかとか、脂質多いのかとか、そういうのをすごく意識してやってました。で、筋トレについてはさっき初め3ヶ月はもう通い詰めた、週4、5回ぐらい行ったっていうのは、完全に習慣化するために狂ったように言ってました。運動はやる機会を自分で作らないとなかなかやれないってことが多いと思うんですよ。運動は普段やらないことなので、やらないことを続けるにはやっぱり習慣化する必要があるので、運動は習慣、食事は知識だと思っています。これが私のダイエットの、ビフォーアフターと、どうやってやったかって話なんですけども、今の生活なんですけども、コロナでジムが閉まっちゃったりとか、あと怪我したりとか、ちょっとそういうのがありまして、ちょっと筋トレがなかなか行けなかった時期があって、最近は筋トレ再開しつつ、これもコロナの影響なんですけども、お家にいる時間が長くなったので、食事面っていうのを前ダイエットを成功した時よりもちょっと強化していて、前は高タンパク低脂質中炭水化物だったのが、プラスでビタミンとミネラルと食物繊維が豊富、高ビタミンミネラル食物繊維にするようになっていました。そこをプラスで意識すると腸内環境も良くなって、ホルモンのバランスが取れるようになって、肌も綺麗になるとか、いろいろもっともっといいことが起きています。これの効果についてとかも、今後ちょっと動画に出したいと思っているんですけども、最近はそんな感じでちょっとさらにレベルアップした食事っていうのを頑張っていまして、さっきも言ったみたいに食事はすごく知識だと思うので、日々栄養のことも勉強しながら、いかに美味しくたくさん食べて綺麗な体を作るかというのを追求しています。で、最後になんで YouTube 始めたのかとか、これからの YouTube についてなんですけども、私が YouTube を始めたのは、自分が体型を変えたっていう経験で、同じような目的を持った人の参考になるかなというのがもう大きく一つあるんですけども、その中でも、ダイエットの食事とか出してる人はいっぱいいると思うんですけども、ボディメイク的なそのタンパク質とか脂質とか炭水化物とかと、いわゆる健康志向みたいな形のビタミンミネラル食物繊維っていう、ジャンル両方を考えた食事を配信してる YouTube チャンネルっていうのは、私がパッと見る感じあまりなかったので、私がその良さを伝えていきたいなっていうふうに思ったっていうのが大きくあります。で、やっぱりそのダイエットっていうとすごく食事節制しちゃって栄養が全然取れなくなっちゃう人とか、
あともうほんと炭水化物を全く取らなくなるとか、そういうちょっと極端なダイエットに、走る人が多いと思うんですね。でもそれってしょうがないというか、そういうのがいいっていう情報が世の中に溢れてるし、 YouTube にも溢れてる、ネットにも溢れてるので、そういう選択を取ってしまうのは、ある意味普通でもあると思うんですけども、そんなことしなくても美味しいものをたくさん食べても、むしろ節制するよりも綺麗に痩せたりするので、ぜひ迷えるダイエッターたち、あと筋トレとかしててもっと食事バランスよく食べたいっていう人たちは、私の紹介している食事内容とかを参考にしていただければなと思ってます。で、何度も言ってるんですけども、食事は知識だと思っているので、私の動画でも知識をつけてもらえるような内容を出していまして、例えばアスケ高得点の食事の再生リストがあるんですけども、そこで紹介している献立とか、1日の食事とかはアスケンアプリっていう食事の内容を入れると点数を出してくれるアプリがあるんですけども、それで高得点取れるようなすごいバランスのいい食事になってます。でこれの、何がどのぐらいバランスがいいのか、どの食材が何の栄養素がどのぐらいあるのかとか、そういうのをグラフ化してまして、動画で説明しているので、これってすごくニッチで正直つまんないかもしれないし、この動画絶対バズらないと思うんですけども、すごい意味あると思ってます。一つ一つの食材のグラフとかを一出すことはあるんですけども、全体で食事として作った時のバランスっていうのを出してるグラフっていうのは出してる人いないと思うので、自炊しなくても食事をとる際の知識として、ダイエットとかボディメイクしてる人にとって必ずいい知識になると思います。全部覚えるとかじゃなくて、一回見るだけでも分かってくるようになるんですよ。なのですっごいつまんないかもしれないんですけども、綺麗に痩せたいとかかっこいい体作りたいっていう人はぜひ見てください。本当におすすめします。私も自分で作っててすごく勉強になるし、皆さんも絶対勉強になると思います。あと今後も、このグラフを用いた動画ももちろん出していくんですけども、こういった形で、例えば痩せた時の食事についてもうちょっと具体的にとか、そういった動画もお出ししたり、あとはちょっと運動についてとかも今後は出していきたいなと思ってます。日々の筋トレとかストレッチとか、そういう方向ですね。そんな感じで今後も健康的にダイエットをしてボディメイクするというのを軸にいろんな動画出していきたいと思いますので、気になる方はぜひチャンネル登録して動画待っていただければと思います。はい、私のダイエットの経験とこの YouTube チャンネルについて簡単にお話ししました。ちょっと長くなっちゃったと思うんですけども、最後まで聞いていただきありがとうございました。それではこの動画が良かったという人がいたら、チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。ありがとうございました。